J-Wave Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの角野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕、角野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今回はスイスからお届けしています。スイスの今、バーゼルというもうドイツの国境にかなり近いところで、お送りしております。先週まではドイツにいまして、ドイツのルールピアノ音楽祭というので演奏させてもらったんですが、音楽祭なので僕以外にもたくさんの方がこう毎日変わる変わる街に来て演奏するんですけど、エフゲニー・キーシンという大ピアニストの演奏も聴くことができまして、キーシンというともう本当に今はもうレジェンドでありながらもまだ現役バリバリのピアニストで、運よく聴くことができました。もうすごかったですね。バッハ、ショパンとそしてショスタコービッチを演奏してたんですけど、特にショスタコービッチがね、もうめちゃくちゃなんと言うんですか、気持ちいいんですよ。気持ちいいという表現がいいのかどうかわからないんだけど、とにかく彼の音っていうのはとっても男性的であって、もうダイレクトに突き刺してくるようなフォルテを弾いてくれるわけですね。それでいてこう極めて正確なリズムと、もちろん正確なテクニックと、それがこう生演奏のシチュエーションの中で組み合わさった時に、もう本当に心に直接ぶっ刺さるような演奏をしてくれるのがキーシンだなと思って、これは本当にレコーディングとかではあんまり感じられないタイプの感覚だなというふうに思うんですけど、そういうふうにいろんなね、他の方の演奏をたまたま聴ける機会があるのも音楽祭のいいところですけどね。ミュージックフェスティバルのドイツの後に、スイスに飛行機で飛ぶわけですけど、ドイツのデュッセルドルフ空港からバーゼル空港で直行便がなかったんでミュンヘン空港で乗り換えたんですが、そのミュンヘン行きの飛行機が遅延してね、30分ぐらいで、乗り換えも50分ぐらいしかなかったんで、これやばいな、2つ目の飛行機逃すなと思ったら、2つ目の飛行機も30分遅延して事なきを得ましたね。なんか逆に遅延してくれてありがとうという気持ちになった。バーゼル空港で驚いたのは、出口が2つあって、フランス側の出口とスイス側の出口があるんですよ。これどういうことかっていうと、僕もよく分かんなかったんですけど、最初空港自体はフランスの領域内にあるんですけど、かなり国境に近いところにいるんで、スイス側の出口から出るともうそのままフランスの他の領土を干渉することなく、そのままダイレクトにスイスに行くことができるという、そういう感じになっているらしいですね。スイスのラインフェルゲンというバーゼルに近い町で、とても美しい町でしたが、ライン川のほとりでラインフェルゲンの教会で、またそれは別の音楽祭がありまして、そこで演奏させてもらいました。教会は普通のホールと違ってとても残響が長いので、音が長く響くように大体の教会は作られているので、それは弾いていて自分も神聖な気持ちになるんですが、曲によってはとてもその残響の処理が難しい。早い曲なんかはやっぱり早く弾きすぎると、もうその残響の中に音がまみれて何を発音しているかわからなくなるわけですよね。それが難しいながらも、でもやっぱり教会で弾くというのはいつも特別な
感情を思い起こさせてくれますね。あと鳥が外で鳴いているのも聞こえたりしてね、素敵な環境で演奏をしましたが、僕の SNS にも1分だけちょっと演奏動画を上げたりしているので、よかったら見てみてください。それではここで1曲お送りしたいと思うんですが、おいえん聞けろでソナタ in C major K159。お送りしたのはおいげんきけろでソナタイン C メジャー K159 でした。もともとスカルラッティの曲ですね。それを彼がジャズアレンジしてるんですけど、まあクラシックのジャズアレンジって結構危険なところもあってかなりダサくなる危険性もあるんですけど、彼の演奏は本当になんかこう深い本質でつながっているような感じがして僕は大好きですね。最近
僕の恩師である金子勝子先生と共にテレビに出まして、題名のない音楽会というのに出まして、というのも今年60周年らしいんですね。彼女先生の指導を始めて60周年ということで、指導始めて60周年って本当にとんでもないなと思うんですけど、でも僕がまだもう椅子にもまともに座れないぐらいの頃からずっと育ててくれた恩師で、僕が提案させてもらったんですけど、番組に紹介したいっていうのを結構前々から言ってて、でついに一緒に出ることができました。60周年なので本当に大ベテランなんですけど、まだ本当にお元気でいらして、現役バリバリで、もうエネルギッシュでね、逆にもう僕がいつもエネルギーをもらうような感じですけども、金子先生から教わった練習法は僕も今でも続けていたりねしてますね。で60周年というと僕が明日で30歳になるんですね。だからまだ先生の指導歴の半分にようやくたどり着いたぐらいなんですけど、でも30代に突入するというのはかなりものすごいことですね。いよいよかという感じがしてしまうし、なんか20代でやり残したことなかったかなと不安にもなるけれども、結構いろんなことをやらせてもらいましたからね。そろそろ30代になってもいい頃合いかもしれないですね。いやでも20代から30代ってやっぱりドキドキしますね。30代の10年間は果たしてどうなるんでしょうか。全く僕も想像がつかないし、ちょっとこれは30代の先輩に聞いてみたいところでありますが、何を30代のうちにやるべきなのか。でもそんなことは数字の節目でしかなくてね、今まで通り淡々とやってきたことをこれからもやるべきかもしれませんが、そんなことはさておき、もう一曲お届けします。レイベイでラバーガール。The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever, love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait another day to see you. How embarrassing to be this way. I'm in a reckless fever, love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be in love. I wait by the phone like a high school movie. Dream at the shows you'll come running to me. Think I see you in the wings, but I'm hallucinating. What a reckless fever, love-struck girl, I tease her. Thought I'd never
is to be a lover girl.住野隼人がお届けしてきました東京建物ミュージックオブザスピアス。そろそろ時間となってしまいました。お知らせです。昨年夏に開催されました日本武道館公演がライブブルーレイとして明日7月14日にリリースされます。いよいよ明日ですね。そして、住野隼人ピアノリサイタルクラシックアリーナ11月29日 K アリーナ横浜で開催されます。そして今年9月の7日にはジブリパーク、愛知県のジブリパークにて、僕の住野隼人ピアノコンサートジブリパークの風に乗せて2025が開催されることが発表されました。久石譲さんのジブリの名曲のほかクラシックの曲と僕の曲も少々混ぜ合わせながらお送りします。こちらも野外のコンサートになるんでね、いつもとは違う、環境でのしかもジブリのコンサートということで大変これも楽しみにしています。東京建物ミュージックオブザスピアスではオリジナルロゴ入りのノートを毎週5名の方にプレゼントします。アクロスザスカイのウェブサイト右上バナーのメッセージトゥスタジオから僕住野隼人へのメッセージや質問とともにノート希望と書いてご応募ください。それでは引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは住野隼人でした。